皆さんこんにちは。今回はダヴィンチレゾルブ21のフォトページを使って1枚のロー写真を現像していきます。今回の検証には一つの大きなテーマがあります。それはフォトページで写真作品を完成させることができるのかということです。これまで僕はフォトページはロー写真を現像する場所、そしてカラーページで作品として仕上げるという使い方をしてきました。つまりフォトページでロー現像を行いカラーページで仕上げるという考え方です。今回も当初はそのつもりで作業を始めました。ところがフォトページの機能を一つずつ検証していくうちに僕の考え方が少しずつ変わっていきました。そこで途中から方針を変更しました。カラーページへ進む前にフォトページでできることを最後まで試してみよう。そしてフォトページでどこまで作品として完成させることができるのかを検証することにしました。それでは実際に行った検証を順番に見ていきます。まずは次の順番でフォトページの調整を進めていきます。この画面はフォトページのロータブです。まずはホワイトバランスです。この写真は α7R6 のホワイトバランスをオートにして撮影しました。ロー写真をフォトページに読み込むと、カラーテンプは4318、ティントは 21.34 と表示されています。今回は α7R6 のオートホワイトバランスで撮影したロー画像をフォトページがどのように扱うのかも確認したいので、ここではカラーテンプもティントも変更せずこのまま進めます。次に露出エクスポージャーです。ここも変更せず 0.00 のままとしました。スコープ波形を見ると明るさは0から 100IRE 付近まで広く使われています。100IRE 付近に達する明るい雲もありますが、ごく一部で上限に大きく張り付いているわけではありません。試しにエクスポージャー露出をマイナス 0.53 まで下げると 100IRE への到達は解消します。しかし今度は写真全体が暗くなりすぎました。そこで露出エクスポージャーも 0.00 変更なしとしました。次はゲインとリフトです。ゲインは 0.00、ゲインを上げると 100IRE 付近にある雲の白飛びが強くなるため、ここは変更しません。一方、正面入り口付近の暗さが気になります。そこでリフトを調整しました。具体的にリフトをプラス 2.63、これで正面入り口の暗部が適度に持ち上がり、写真全体の明るさも自然になりました。100% 表示でも確認します。中央の柱はスコープ波形でおよそ50から 60IRE、中間域として適切と判断しました。続いてハイライトとシャドウです。まずハイライト。100IRE 付近にある雲の白飛びを抑えながら夏雲の塊と立体感を残したい。そこでマイナス方向へ調整しました。マイナス 53.19 まで下げると 100IRE 以下には収まりますが、写真全体が暗くなりすぎます。そこでハイライトをマイナス 37.23、一部の雲は 100IRE 付近に残りますが、写真全体の明るさとのバランスを優先しました。シャドウは 0.00、波形ウェブフォームを見ると暗部はおよそ 5IRE 付近にあり、 0IRE に大きく張り付いてはいません。またリフトプラス 2.63 によって暗部もすでに一定程度整っています。そのためシャドウによる追加調整は必要ないと判断しました。
ここで一つ気になることが出てきました。画面全体を見直します。どうも写真全体がまだ少しアンダーに感じるのです。特に中間部。写真にもう少し明るさが欲しい。もう少し元気さが欲しい。そこでコントラストを試してみました。コントラストをプラス方向に上げると音質の階調は引き締まり、ガラスにも透明感が出てきます。しかし正面入り口付近は逆に暗くなってしまいました。僕が求めている見た目とは違います。逆にコントラストを下げても僕が明るくしたい中間部を思うように持ち上げることはできません。つまりここで必要なのはコントラストではありませんでした。ここでふと思い浮かんだことがあります。ガンマがあればなあ。ガンマなら中間値を直接調整できます。しかしこの時僕が見ていたフォトページのロータブにはガンマがありません。ガンマがあるのはカラーページです。ここで僕はフォトページだけで現像から作品完成まで進めることに一旦挫折しました。そして一日置いてもう一度考えました。ガンマを使いたいのであれば何もフォトページだけにこだわる必要はないのではないか。ダヴィンチレゾルブにはカラーページがあります。だったらカラーページのガンマを使えばいい。そう考え方を変えました。そこでカラーページへ移動します。画面を 100% に拡大してガンマを少しずつ調整しました。プラス 0.02、プラス 0.03、プラス 0.04。比較した結果、今回最も自然に感じたのがガンマプラス 0.03 です。音質、正面入り口、建物などの中間調が自然に明るくなりました。写真全体にも適度な明るさと元気が出てきました。しかも暗部の締まりや雲の立体感も大きく崩れていません。フォトページで整えたハイライトと暗部を大きく変えることなく、不足していた中間調の明るさをガンマで補うことができました。そして僕はフォトページへ戻って作品作りを続けることにしました。次は色の調整です。今回特に効果を感じたのがカラーブーストでした。夏空の青、花壇のさまざまな花、そして緑、カラーブーストを加えることで写真全体に少しずつ生命感が出てきました。最初はプラス 7.50 としました。しかし一度調整した写真を時間を置いて見直してみると少し色を強調しすぎているようにも感じます。そこで改めて 7.50 プラス 5.00 6.00 この3つを比較しました。最終的にはカラーブーストプラス 6.00 としました。再度サチュレーションについては今回は無理に加える必要はないと判断し変更しませんでした。次はミッドディテール、ミッドです。これまで僕はダヴィンチレゾルブで現像した写真に対して細部の描写にもう少し引き締まりが欲しいと感じていました。特に温室の窓や建物の構造部分です。そこでミッドトーンディテールを調整しました。すると中間調にある温室の構造や植物の細部がかなり引き締まってきました。今回の検証では最終的にミッドディテールプラス30としました。次はノイズリダクションです。今回の写真は明るい昼間に ISO100 で撮影しています。100% 表示で確認しても積極的にノイズリダクションを使用する必要性は感じませんでした。そこでノイズリダクション0、必要のない処理は行いません。そして最後がシャープネスです。ここからはシャープネスの調整を実際に行ってみます。まず写真を 100% 表示にして確認します。シャープネスを評価するとき 100% 表示は重要な確認方法の一つです。ところが実際に僕がやってみると 100% 表示ではシャープネスの数値を変えてもその違いを
見分けることが非常に難しかったです。では実際にやってみます。この温室の窓の右側のエッジに注目してください。シャープネスを動かします。現在シャープネスは10になっています。少しずつ動かします。下げてみます。わかるでしょうか。僕にはその違いがほとんどわかりません。そこで変化をもっとはっきり確認するために写真を大きく拡大してみることにしました。注目するのは温室の窓のエッジ部分です。ここをおよそ 500% まで拡大します。この部分を見ていてください。この状態でシャープネスのスライダーを左右に少し早く何度も繰り返して動かします。シャープネス10はオリジナル数値ですが、試しに100まで一気に動かし、そして一気に0まで下げると変化が分かりますよね。これはオーバーですが、このように動かしてシャープネスを調整します。すると 100% 表示では分かりにくかったエッジの変化が 500% まで拡大することで僕にも確認しやすくなりました。ただしここで重要なのは 500% 表示だけでシャープネスを決めるわけではないということです。500% 表示はあくまで細かな変化を見つけるために使います。変化を確認したらもう一度 100% に戻します。そして写真全体を見てエッジが不自然に強調されていないか、全体として自然な描写になっているかを確認します。今回は温室の窓を代表例として実演していますが、同じ方法で花壇の花や草花の茎など性質の違う部分も確認しながら作品全体として自然に見えるところを探していきます。そして今回の写真では最終的にシャープネス30を採用しました。ところがその後です。今回の検証を始めた時、僕はフォトページのロータブを中心に写真を現像していました。そして途中で明るさの調整に苦戦し、カラーページのガンマを使いました。ところが作品完成後、フォトページの写真タブにもガンマがあることを知りました。そこで改めて検証してみました。フォトページの写真タブでガンマを調整すると、その数値はカラーページにも反映されたのです。逆にカラーページでガンマを変更すると、フォトページの写真タブにも同じ数値が反映されたのです。さらにミッドトーンディテールでも同じ連携を確認することができました。つまり今回カラーページへ移動して行ったガンマ調整はフォトページの中でも行うことができたのです。今回の検証によって僕のフォトページに対する考え方は変わりました。ロータブでロー写真を現像し、写真タブでガンマなどを調整し、最後にロータブのシャープネスで細部を整える。こうすることでフォトページの中でロー現像から作品完成まで進めることができます。そして必要であればカラーページと連携してさらに調整することもできます。ですから現在の僕の考え方はフォトページイコールロー現像から作品完成まで可能。カラーページイコール必要に応じて補助、連携するということになりました。そう考えると今回の最初の問いかけであるフォトページで写真作品を完成させることができるのか、僕の答えはできるです。